これなんかいい感じのなんだよこの温度いい塩梅。11年ぐらいね、はい、有名なショップさんに捨ててあったみたい。あ、そうなんだ。車のね、どんな仕様だったとかね、いろいろね、状態を確認しようかなと思って、ちょっとやってみたいと思います。お願いします。アクセサリーの電源を入れたいと思ったんですけど、なかなかいろんなところが断線されてて。そうかね、うちに置いてあっただけじゃなくて、はい、邪魔でよそにも持ってった時期もあるので。あ、そうなんですか。はい。なんかね、わざわざ切れてんの。ほら。ダメだよ。ダメだよ。さあ今ですねチェックをしているんですが、やはりセルが回らないと。メインスイッチまで入るんですがセルがやっぱり回らない。これはねやっぱりエンジンはかからないですよね。でこう原因をいろいろ探っていると、やはりこういう風にグローブボックスの中をね、見ていただくと、こういう風に配線がぶった切られていたりとか、ついてないカプラーがあったりとか、あとはこういったところですね、配線がこうぶち切られてると。ここ分かりますか？これですね。こういったところがちょっと疑わしいのではないかと言っております。というのもこの車ですね、こういった形でセキュリティがついていたんですね。もともとこれセキュリティのサイレンなんですけど、おそらくその長期保管されていた場所でですね、そのセキュリティの方がなんか意図的にぶち切られたような跡がありまして、でこうやはりメインスイッチが入らないというか、ハーネスごと全部ぶち切られてるっていうよりかは、なんか使えそうなセキュリティのパーツだけ引っこ抜かれて、それが原因でイモビが作動していてセルが回らないっていうのがおそらくこの車の悲しい現状というところなのかなと思っております。で当然ね、うちの方でも長期放置車なので、そのセル自体がね壊れているのじゃないかというところで、今セルの交換をこういう風にやっていただいてて、後ろにリビルドの綺麗なセルが積んであったので、それに配線つなぎ直してやってみたんですけど、それでもやっぱり回らないっていうのと、あとはここにね、セルのリレーがあるんですけど、リレーまで電気が来ててセルが回らないっていうことは、やっぱなんか意図的に何かされているなというところは感じました。さて今メーター周りの方外していただいて、もうすぐダッシュボードを取るといった状態なんですけど、新たな新事実が発覚しました。 RX8 は本来であればイモビはねついてる車が多いんですが、なんとついていない車もあるみたいでして、ただこちらのお車すごく不可解なのが、装備の内容、例えばこういう、DVD のナビですとか、こちらの DVD デッキですね、こういったものがついている車には、これマツダのディーラーさんに直接確認したんですけれど、ほぼ 100% イモビライザーはついている車だろうという回答をいただいたんですが、こちらの車はこれがついているのに、イモビの配線自体がこっからですね出ていないと。僕らは切られたもんだと思ってたんですけど、配線自体がなかったっていうことでした。であとこのモニターですね、こういったものとか、こっちの DVD のデッキもただはまってるだけで、配線が何ももともとされていない。でこちらの、こういうスイッチ類とかの配線ももともとついていないっていう謎の状態になっておりました。これはちょっと私たちも見たことがない、かなり不可解な車だっていうところなんですよね。仮にもしそのね長期置いていたところで何かこう
細工をされたとかそういうものなのであれば、おそらくこんなに面倒くさいことはしないだろうという見解が今出ております。ちょっともう少し解体してそういった形跡がね分かればまたお伝えするんですが、ちょっと不可解ですね、これはかなり。やはりですね、エンジンというかセルが回らないと。で、決定的なところをね発見してしまいました。こちらが RX8 のイグニッション、鍵が刺さるところですよね。で、この本体がイモビライザーの鍵を認識するコイルユニットにはなるんですけど、ここにね配線がいってないと。わかります？これカプラ入ってないんですよね。ここほら、ここです。本来はここに何かこう配線がつながっているはずなんですけど、その配線がどこにも見つからないと。おそらくどこかで切られたか抜かれたか、ここから配線が伸びてセキュリティユニットの本体につながってたやつをそれごとどっかにぶち取られたかっていうところなんじゃないかなと思います。これだとねセルは回らないですよね。ただこれ一応保管状態というか、そのお店に預けてた状態でそのままうちに運び込まれたということですよね。で、もともとねオーナー様が持ってた時は、セルも回ってたし、そのエンジンはブローしていたけれど、エンジンがそのセルによって回ることはありましたといったところだったんですが、その預けてる間にこうなったのかっていう真実はちょっとわからないんですけど、この辺が原因じゃないのかなと思われます。皆さん、とんでもない事実が発覚しております。今ダッシュボードとか外してメインハーネスとか今すべてね取り払っていただいたんですけど、やはり辻褄が合わないところが多すぎて、ちょっとこれはおかしいぞということでですね、メーカーのサイトでグレード検索っていうのをできると思うんですよ。車台番号とかを使ってですね。でそれでこちらの RX8、 赤い RX8 の車台番号検索をかけたんですが、グレード検索ですね。なんとイモビライザー搭載車っていう情報が出てきました。なのになぜイモビライザーに入っていくはずの配線がないか、それがですね疑問に残って、これもメーカーとかディーラーの方とかにいろいろ問い合わせをしていただいたんですけど、こちらメインハーネスです。見てください。これが外したメインハーネスですね。でメインハーネスの品番がこちらになっております。この最後が 030F っていうものの品番になってるんですけど、これは本来 RX8 においてはイモビライザー搭載非搭載車イモビライザーがついてない車のハーネスだということです。これなぜでしょうね。この車に関してはグレード検索をかけると、イモビライザー搭載車ということでして、こちらの品番が F ではなく030の D でしたっけ？ D、D 030の D っていうハーネスが本来ついているはずなのに、なぜかメインハーネスが030の F イモビ非搭載車のものが搭載というか使われていたと。これがなぜかちょっとわからないですね。ただ一度ボンネットじゃないや、ダッシュボードはどこかで外された形跡があるということで、各部欠けたりとか一回も外してないっていう状態ではなかったってことですよね。そういうことですね。そうですよね。これ仮にあの車にわざわざこのイモビ付きじゃないハーネスをつけて置いたってことは、めちゃくちゃこれどうですか？なんだろう、どういう意図か分かんない。意図があったのかが分からないん
だけれど、本来こっからねイモビの配線が出てるはずなんですよね。そうここの、分岐からねラインにもう一本あるはずですもんね。油があるはず。これはちょっと謎が深まりますね。ちなみにメインハーネス内においてはぶち切られてるとかっていうところは基本的にはないですよね。基本的には見られないですね。なるほど。オーディオ配線も、本来はこれプラス、これ用のっていうことですよね。モニター用とこの DVD 用とが行くはずなのに、一番これ簡素なハーネスだからないっていうことですもんね。そう、それが足りない。なぜなの？これはちょっと真相に迫ってきたんじゃないですか。3、2。こんにちは、トラスト企画広報部です。広報部は YouTube の撮影や撮影データの整理、すげえ面白い。アメちゃんもだから YouTube チャンネルの管理を行っています。また SNS の更新、トラスト企画オリジナルグッズの制作も行っています。一から企画するのが好き、車好き大歓迎です。ホームページの採用情報からぜひご応募ください。一緒にトラスト企画を盛り上げてくれる方、少しでも興味のある方はぜひご応募ください。お待ちしてます。さて疑惑の RX8 ですが、おおむね解体の方終了いたしました。普通のね自動車の解体っていうのを皆さん多分ご覧になったことないんでわからないと思うんですけど、基本的には全部ぶった切りですよ。もうハーネスとか基本的につなぎ合ってるものは全部切っていって最後もう足回りサスペンションのボルト2本で止まってるような感じで、こうなんていうんですか、他のメンバーとかのネジは全部外しておいて、最後そこだけ切り離して全部下ろしちゃって、基本的にはみんなぶった切りしていくっていうのが普通の解体なんですけど、本当にね以前からお伝えしている通り、トラスト企画はこういう風にパーツごとにね、こちら足回りとデフとブレーキとをまとめたパレットになってます。これまだ清掃してないので少し汚れて見えますけど、しっかり部品ごとにまとめて丁寧に解体してますね。これインナーフェンダーとアームと、これリアのナックル、これフロントのナックルかな、そういったところからメンバーとか、あとはエンジン、ミッション、クラッチ、そういったところまで丁寧に解体しております。これリアメンバーですかね。この辺が内装、今無造作に置いてますけど、基本的には一般的な解体って呼ばれる作業とはちょっと違うっていうのでね、皆さんにご覧いただきたいです。しっかり確認しながら、解体してるっていう実績があるので、皆さんにパーツをお出しできるというところなんですが、これ先ほど来からお伝えしている通り、やっぱり疑惑な点がすごく多くてですね、今回ちょっと僕だけでは少し説明難しいので、解体担当していただいたメカニックさんに何点か質問しながらねお伝えしたいと思いますので、じゃあよろしくお願いします。兄さんはいよ、兄さんよろしくお願いします。お願いします。じゃあまずはこれ最初エンジン乗った状態で、セル回んなかったじゃないですか。回らない、メインスイッチは入って、ここのセルのリレーまで電気が来てるのにセルが回らなかったと。そう回らなかった。これ原因どの辺にあると思います？単純に、イモビライザーの、配線がもうすでにない、ハーネスが使われてたのでですよね。これだと。これは本来イモビ搭載車の8のグレード、これはフレーム検索かけて判明してるんで、グレード検索かけて判明してるんですけど、本来はイモビついてて、イモビ装着車用の
メインハーネスがついているはずなのに、これはイモビ非装着の車、要は割と低いグレードの車のハーネスにそっくり入れ替わってたとってことですよね。そういうことですね。だから電気は入るけど、そのイモビがつながっイモビの配線自体がないので、そこでまあコンピューターとの合致がいかずにセルは回らなかったということですよね。これエンジン壊れる壊れない以前の問題だと思うんですけど、どう思います？そうだからエンジンが壊れた後に、何かしらの理由で交換されたんじゃないっていう憶測しかできないですよね。それまでは走ったということだ。そうですよね。まあ、基本的にはそれが違うと思う。エンジン壊れてようが何でようがエンジンはかからないっていうことですから、まずそこがちょっと不可解だということですよね。はい、じゃあ次にエンジン見ていきたいんですけど、こちらが外した、まあ、エンジンとミッションになりますが、ミッションはこれ社外品、ミッションじゃないや、クラッチはこれ社外品入ってますよね。クラッチは小倉のライトなんとかライト400かな、だからまあ1回はエンジンとミッションは切り離しているであろうと。1回はやっているはず、ですよね。間違いなくやっている。まあ、それでね、弊社もまあ、車を解体するときは必ずそのエンジンがちゃんと使えるかどうか圧縮しっかり測るんですけど、この車もまあ一応エンジンブローしているっていうことで入庫はしたんですが、一応圧縮の方は MCAT、ロータリーの圧縮を測る機械で測りました。フロントローターいくつでしたっけ？確かね 7.4、6.8、7.6 だった気がする。ほら、一応フロントは圧縮あったんですよね。フロントは圧縮していた。そう、フロント側の圧縮ありました。ただリア側はどうでした？リア側は圧縮出ず、ですよね。MCAT をつないで回したんですけど、セル回しても圧縮表示ゼロ、だからもう、まあ、リア側のローターハウジングというか、こうリアのブローっていうことは分かりましたと言ったところなんですが、これミッションオイルって入ってたんですか？ミッションのオイルは空っぽ。これまず不可解1ポイントじゃないですか。ブローしてそのまま預けました、だったら、ミッションのオイル抜く必要なかったじゃないは思う。でかといって自然に出ちゃったっていう跡もねないですよね。そう漏れた跡もなく、だから単純に抜いて、そのままになってたっていう形、でもミッションオイル抜くって意味わかんないですけどね。そうだからなんか整備をしようとして一回抜いたまんまになっちゃったとか、抜いたままなのか、まあ、抜いて、まあ、結局エンジンブローだから、まあ、必要ないよねってやめたのか、なるほどね、何なのか、まあちょっと分かんないよねっていうところですよね。まあ、ミッションオイルが何も入ってなかったと。エンジンオイルは入ってたんですか？エンジンオイルとデフは、きっちり入ってる。なるほどね。あともう一点不可解なポイントとしては、まあ、排気系ですよね。これ排気系は、まあ、ショップオリジナルのマフラー基本的には入っていたんですが、センターから、触媒からセンター、リアピースまで。そうですね。でそれの組み付けの時に、かじり防止の道グリス、ネバーシーズっていうんですか、ああいうものが、まあ、基本的には全部塗られていてすぐ外せたっていうことなんですけど、十何年放ってあった割に、手で簡単にこうクイッっていう工具かけただけだ。なるほどね。で何が不可解かっていうと、要はそういう丁寧なお仕事をするショップなわけじゃないですか。そうね、基本的にはそういった、まあ、細かいところまで道具リス塗られてるっていうところなんですけど、まあ、一番こうエンジンに
近い部分、駅マニの部分ですよね。もしエンジンを1回オーバーホールなり開けるなりなんなりしてるのであれば、そういう細かい仕事をする、会社さんのはずなのに、駅マニの部分は何もついてなかったんですよね。駅マニはそのまま、うん、そうそのまま、本当であればそこに一番つけたいですよね。そう本来であればそこが一番熱が入るので、かじり防止をしときたいはずなんですが、そこには塗られてなくて、駅マニと、触媒との部分から後ろのボルトにしか塗られてなかった、そうですよね。あとは、基本的に一般的な常識というか、あまりそのオーバーホールっていうところがどこまでやるのかっていうのは分かんないですけど、一回エンジンばらしてるのであれば基本的にブロックとかハウジングって洗浄しますよね。じゃないかなとは思うんだけどね、この汚れ、この汚れってどう見てもこの汚れってどう見てもオーバーホールしてからそれこそ300キロとかそれぐらいでつくような汚れじゃないよねっていう、油汚れになっちゃってるから、もしハウジングバラすなり、新品に交換するなりしてればもっと綺麗なはずじゃないっていうところですよね。これ泥汚れじゃなくて完全にオイル汚れなんで、こういう感じで、ちょっと気になるなとは、この辺全部オイル汚れなんで、そんなだって10年とか掘ってあったにしても、一回洗浄なり新品交換してるのであればもっと綺麗なはずですよね。そう、こういうのはしょうがないと思うの、こういうアルミサビみたいな、白サビみたいなのが、ただこれはないかなっていう気は、しますよね。ないかな。あとは内装なんですけど、これ先ほどからお伝えしている通り、そのナビ DVD プレイヤー DVD ナビあの辺が全部配線されてない。そう配線がそれも多分イモビがついてる、本来のハーネスじゃないとそのカプラーとかがないってことですもんね。RX8 のハーネスって無数にあるらしくて、はい、そのセットによって、ハーネスが変わるってことなんで。なるほど。じゃあ本来この車についてるはずじゃない簡素なハーネスがついてたから、そのモニターなり DVD プレイヤーは乗ってはいたけど配線されてなかったと。そういうことになる。でオーディオ自体も電源入らなかったってことですよね。そうオーディオも配線はつくんだけど、なんか違うらしく、これね、この車を買い取りさせていただいたオーナー様がやったのであれば話はわかるんですけど、そのメインハーネス交換するのって要はこの辺までばらさないと難しいじゃないですか、基本的には。やりたくはないんだよね。これをね、その一般の素人の方がやってわざわざシンプルな配線をつけて元に戻したっていう作業がちょっと不可解ですよね。そうね、だからなんだろう、なんかの理由で配線を持ってかれちゃって、違うのをくっつけられちゃったのかなとかってのも思わなくはないけれども、でもね、そんなことすぐバレるようなことしないでしょうね、とは思うんだけどね。なるほどね。ということで、いろんなところに不可解な点と、担当したメカニックさんもなんじゃこりゃって言いながらばらしてたような状況なので、ちょっとこの車どうしますか使えるパーツだけオークションにっていう感じになっちゃいますよね。だってそうね、実況で確認ができてないので、そうですね、基本は出してもジャンク扱いとかがメインなんじゃないかな。そうですね。
まあその中でも一応こうなんて言うんでしょうかね、こうヘッドライトとかルームランプとかリアテールランプ、サイドミラーとかこの辺のペダル類とかは、まあ、この辺のパーツはオークションに出てくると思うので、まあ、もし8乗ってる方で交換するパーツ欲しい方はぜひチェックしてみてください。まあ、ただちょっとね車自体はまあこういった形でやられてしまっているので、車自体は出てこないとは思うんですが、まあまごましたパーツよろしくお願いします。でこういう不可解なお車に関しては、まあおそらくそのねこの状態で買い取りできるっていうのはトラスト企画しかないのかなと思います。普通の値段つけてくれるところでね、うちかもう解体業者さん、いわゆるなんかねそのタダで引き取りはしますよぐらいのとこしかなんだろう引き取ってくれるとこってないような気がしますので、もし同様のパターンがありましたら弊社までご嫁お願いいたします。では長々とお付き合いありがとうございました。またお会いしましょう。バイバーイ。